こんにちは、ポンズです。今日ご紹介する本は、失敗の科学、マシューサイドさんが書かれた一冊です。今回はこの本を読むことで、皆さんが日々の仕事や生活で失敗とどう向き合うか、その考え方がガラッと変わるかもしれませんよ。私自身も企業を目指す身として、この本を読んでからは、失敗は避けたいものというイメージが、失敗は私たちを成長させるチャンスというイメージに変わりました。最後まで見ていただければ、きっと失敗との付き合い方に前向きな気づきを持っていただけると思います。じゃあ早速本題に入っていきますね。この失敗の科学はタイトルからして失敗をどう科学的に捉えるのかというテーマが見えてきます。著者のマシューサイドさんはイギリス出身の有名なジャーナリストでもあり、世界的に実績を持つ卓球選手だった経歴もある方なんです。スポーツとビジネスは一見すると別世界に思えますが、マシューサイドさんはどんな世界でも失敗から学ぶかどうかが大きな違いを生むと語っていて、そのことがこの本でも詳しく説かれています。まさにビジネスパーソンが明日から活かせる内容がぎっしり詰まっているので、私も一気読みしました。この本の大きなテーマは、失敗こそが成功や進化の源だということです。単に失敗は成功の母だよねと精神論っぽく終わるんじゃなくて、じゃあ実際に失敗をどう扱えば具体的に強みになるのかを事例とともに丁寧に示してくれます。航空業界と医療業界の対比は特にインパクトがあって、どうして飛行機はあんなに高い安全率を維持できるのか、どうして医療現場ではヒューマンエラーが繰り返されてしまうのか、などを比較することで失敗と学習のヒントを導き出しているんですね。ではここから本書のポイントをまとめてお伝えしたいと思います。今日は大きく3つか4つピックアップしてご紹介しますね。1、失敗を隠す文化か、オープンにする文化か。2、私は間違えるわけがないという思い込みの怖さ。3、個人だけでなく、チームや組織としてのミス対策。4、失敗をどう次へ生かすかのシステム作り。まず一つ目のポイント、失敗を隠す文化か、オープンにする文化かについてです。著者のマシューサイドさんは、航空業界を事例に出して、飛行機事故が起こると、徹底した調査が入ることを強調しています。これはもうご存知の方も多いかもしれませんが、事故機のブラックボックスを回収して、第三者機関が原因を調べる。その報告書を業界全体で共有して、再発防止策を速やかに導入していく。たとえミスをしたパイロット本人であっても、できる限り責め立てられることなく、どうしてそのミスが起こったのか、そこから学ぶ姿勢が徹底しているんです。一方で、医療業界の事例も本書には出てきて、失敗があっても公にされないことが多い。あるいは単に不測の事態でしたと片付けられてしまい、システム改善に結びつかない、といった問題点が示されています。例えば、手術の麻酔ミスで患者さんが亡くなっても、詳細な調査が行われずに終わってしまうケースがある。これはもちろん、医師や看護師が悪意を持っているわけじゃないんです。むしろ現場レベルでは患者さんを救いたい一心で動いている。でも、失敗を認めるのは恥、ミスを公表すると責められるかもしれないというプレッシャーから共有がされないままになってしまう。そうすると、同じような事故がまた別の現場で起こりかねない。ここが問題だ、とマシューサイドさんは指摘しているんです。私はこれを読んで、失敗が辛いのは当然だけど、そこから学ばないと、もっと大きな代償を払うことになるんだな、と痛感しました。どんな業界でもヒューマンエラーはあり得るじゃないですか。でも、その失敗とどう向き合うかで、進化するか停滞するかが決まるというわけです。二つ目のポイント、私は間違えるわけがないという思い込みの怖さについて、本の中では認知的不協和や自己正当化というキーワードを挙げているんですけど、人間って自分の判断が誤りだったとはなかなか認めにくいんですよね。特にお医者さんや検察官などエリートと呼ばれるポジションにいればいるほど、こんなに努力してきた自分が間違うはずがないという気持ちが強まるらしいんです。その結果、ミスをしても、これは特別な事情だった。証拠はこういうふうに解釈できるといった具合に、こじつけをしてでも自分が正しかったと思い込みがち。
これは思った以上にしぶとい心理メカニズムらしくて、誰かに指摘されてもなんだかんだで間違いないという方向に話を持っていってしまうそうです。でも実際は自分がミスしたかもしれないと疑う姿勢こそが自分をそして組織を救うんだと著者は強く訴えています。失敗を恥じゃなくて学びの材料と見ること。そのためにはまず私自身が自分が間違うかもっとフラットに見る勇気を持つ。企業を目指す私もこれが意外と難しいんですよね。ちょっとした打ち合わせや企画作りでも愛着のあるアイデアほど間違いを指摘されるとそんなはずはないって反射的に否定したくなる。でもそれだと修正する機会を失ってしまうわけです。怖いなぁと思いました。三つ目のポイントは個人だけでなくチームや組織としてのミス対策という話です。航空業界の例で言うと機長と副操縦士の上下関係が強すぎて副操縦士が燃料が足りませんよと言っても無視されて、実際に墜落事故が起こったという実例が登場します。これは本当に悲惨な事故でした。手術室でもベテラン医師が気管挿管にこだわりすぎて現場がパニックに陥り、看護師が気管切開が必要ではないですかと言いたくても言えなかったケースがあったそうです。周囲が権威を前に遠慮してしまうと、誤りを防ぐための声を上げられない。この本では、そうした上下関係によるコミュニケーションの崩壊をどうすれば避けられるか、具体策が示されています。例えば、航空業界では、クルーリソースマネジメントという訓練を導入したそうです。これは、上下関係があっても、みんなが対等に意見を言える場を作ろう。おかしなところがあれば、初回に関わらず指摘しようというもの。実際、そういうトレーニングをしたパイロットチームは、安全率がぐっと上がったらしいんですね。失敗を一人の責任にするんじゃなく、チーム全体で見張り合うという発想。ビジネスの現場でもトップダウンの命令だけで進んでいるときは、本当にそれ大丈夫なのという疑問を後輩が飲み込んでしまうことありませんか？私も企画会議の雰囲気によっては空気壊したら悪いかなと黙っちゃうことあるんですが、それが一番怖いんですよね。ミスやリスクが見逃される。四つ目のポイント、失敗をどう次へ生かすかのシステム作り。本書の中で出てくる広告システムを整える話は非常に参考になります。例えば、看護師が医師のミスを見つけたらすぐ報告できるような仕組みを作って、広告者を処罰したり責めたりしない。むしろ褒めるぐらいの勢いで運営していく。そうすると、こんなところに問題があるとシステム全体で気づけるようになるわけです。数多くの小さなミスを早めに集めて対策を打てば、大きな悲劇を未然に防げる。実際にアメリカのある病院では、これを導入した結果、訴訟リスクも減って、大幅に医療レベルが向上したという事例が紹介されています。私自身の体験で言うと、小さな失敗をすぐ上司に報告しやすい会社は、やっぱり改善スピードが速いと感じますね。逆にミスを恐れて隠してしまうと、後々爆弾みたいに遠い問題へ発展することがある。そう考えると、割れる前に何とかするんじゃなくて、むしろ失敗は見える化してチームで全力フォローする方が絶対いいんだなって、この本を読んで改めて実感しました。ここまでざっと4つのポイントをお話ししましたが、この書籍を読むと得られるメリットは大きく2つあると感じています。1つはメンタル的にすごく楽になるということ。失敗は悪いことじゃなくて、自へつながる材料なんだと理解できるだけで、自分を責めすぎなくて済むようになるんです。企業を目指すと失敗との付き合いが多いので、いつも落ち込みがちだったんですよね。でも、よし、これで何か学ぼう。次にこうしたら失敗しないかもって思えるようになるだけで、立ち直りがすごく早くなります。もう一つは、チーム運営が格段に強くなること。特にビジネスでは組織で動くことが多いから、トップが失敗を見つけたら正直に言ってほしい。その代わり、誰かを一方的に責めたりはしないという姿勢を持つと、現場は断然動きやすい。問題が起こったとしても、すぐ表面化して対処できるから、同意ダメージになりにくいし、お互いの信頼関係も生まれますよね。変に人を責め立てると、みんなが黙ってしまうし、ミスやリスクが潜伏してしまうという悪循環にはまりますから。もちろん注意点や
デメリットもゼロじゃありません。例えば、失敗を学びに変えるとは言っても、命に関わる業界では慎重さが欠かせないですし、チーム全体が本音を言い合える環境を整えるのにも時間はかかる。著者も、システムと組織風土の両方が揃わないと結局は変わらないと繰り返し言っています。日本の企業にも上下関係の文化がありますから、単にミスしていいよというだけじゃ足りなくて、ワークフローや評価制度そのものを見直す必要も出てくるかもしれません。あとは、同じテーマでもすでに似たような本があるよねというツッコミもあるんですけど、この本の強みは、航空業界と医療業界の徹底比較、そして心理学的な観点で失敗から目を背ける人間の本質に迫っている点にあると感じました。なので、他の失敗論よりも具体的な事例と学術的な裏付けが多く、読んでいて納得度が高いと思います。最後に、まとめとしてお伝えしたいのは、失敗は怖いものだけど、使い方次第で未来を大きく変えるエネルギーになるんだ、ということです。実際私も小さいことですが、メンバー同士でこれ失敗したかもしれません。ごめんなさいと言い合える空気づくりを目指して、それがチームの信頼を深めるきっかけになっているのを実感しています。もし最近失敗続きで凹んでいるんだよな、と感じる方がいたら、ぜひ失敗の科学読んでみてください。最初はうわーっと思うような悲惨なエピソードも出てくるんですけど、その背景にはいつもそこからどう学ぶか、誰も責められずに同じ失敗を繰り返さないためにどうするかというヒントがあって、本当に参考になりますよ。さて、今日は失敗の科学マシュサイドさんの著書から、1、失敗をオープンにするか隠すか。2、自分の思い込みを外す難しさ。3、上下関係や組織ぐるみでのミス対策。4、学びのための報告システム作り。こうしたポイントを中心にお話ししました。どれも明日からの仕事や生活に取り入れられそうな考え方ばかりでしたね。まさに失敗に対する姿勢を変えるだけで周囲とのコミュニケーション、仕事の成果、そして自分の心の持ちようまでガラッと変わると思います。皆さんもぜひこの本を手に取って読んでみてください。そして読んだ感想があればコメント欄で教えていただけるとすごく嬉しいです。これからもこんな感じで教養になる本を紹介していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。また紹介してほしい本があればコメントで教えてください。では、ポンズでした。また次回の動画でお会いしましょうね。